おはようございます。画家のぎそです。第150回の鬼好評会のスピンオフ企画といいましょうか、日本をテーマに描くということで皆様から作品を募集いたしまして、今回は最終回というか本当の最終回という形でございます。最後残る15作品、をお見せして、入賞というとすべてになんとか賞とかありますけども、そこまでつけてませんので、大体このぐらいに絞り込んでいって、114枚か5枚中の残り15枚ということで、最後お届けしようと思います。皆様たくさんのご応募ありがとうございました。非常にバリエーション豊かないろんな作品が特にこの15枚に関しては非常にあります。本来ちょっと16枚って多分どっかで言ってるかもしれませんけど、実はですねまだいろいろ確認してるとですね、若干グレーかなっていうので、確認を取ったところ、これはやめておいた方がいいなっていう、方がおられましたので、今回はちょっとご辞退いただいたという形になっているので、ぐるぐるしておりますっていうことで、それぞれの動画で言ってる数がバラバラしているのはそういうことでございます。じゃあ早速いきましょう。こちらの作品どうでしょうか。残り15分の1、こちらの作品ですね。日本をテーマに、これ確かに邪馬台国卑弥呼でしょうね。F85 透明水彩ということで、先生にご指導いただき本当にありがとうございました。日本をぜひ、日本をテーマにぜひ応募したいと思って描きましたと。邪馬台国の所在地は奈良県説、九州説、その他諸説はっきり、していませんが、個人的には北九州であってほしいと思っています。昨年、佐賀県の吉野ヶ里遺跡、行かれたんですね。広大な弥生時代の遺跡に感動して、卑弥呼は大阪府弥生文化博物館の卑弥呼像の衣装を参考にして、吉野ヶ里遺跡や魏志、和人伝ですかなどのイメージなどを組み合わせて描いてみましたということで、ございます。やっぱりこのテーマに対して、すごく積極的に取り組んでくださったなという感じで、やはりここまで積極的に取り組んで、残りの15枚っていうのはですね、しっかり自分の中で言葉を解釈して自分なりにで、この方のですね作品、過去の作品、こちらの作品ね、なんか見覚えありますよね。そういえば鬼好評の一番初めの方で何か賞をもらっている方なんだなっていうことで、やっぱりそういう方は結構積極的に、されていて、今回はですね15作品過去に鬼好評に送ってきてくださった方が多かったので、そっちの方も作品をお見せしていきますので、確かにこの人こういう風に解釈してこう書いたんだというのをお見せできていければなというふうに思っています。こちらの作品はどうでしょうか。残り14作品。こちらの作品面白いですね。これパッと見たときに僕すごく面白いなと思いました。一つ一つを色面に分割しながらですね、またそれをジグソーパズルのごとく組み合わせていくなんていうのもなかなかアイディアとして面白いですし、なかなか素敵やなと思って、思いました。お世話になりますと、鬼好評では過去6回、酔っ払いの男を描いて絵になりますかという印象に残るアドバイスをいただいたことが、絵を描く行為に姿勢を正すきっかけになりましたと。ありがとうございましたと。私は各地方の郷土の寺社にある、お守りが好きで、お守りを書いているということでね、それを目当てに出かけることもありますと。今回日本は各地方の文化に根ざした信仰の お守りをモチーフに、日本人の DNA ですねに響くであろう偶像を視覚化して配置してみましたということで、なんか寺社仏閣をそのまま書いていたから落選というふうにね、すみません怒ってはる人いますかね、ごめんなさいね。っていうわけではなくて、そこから自分でお守りというものに今度はあれしてですね、僕もどこかの YouTube の中でボロッと言ってるんですけど、スペインの美術家の館長さんを祐徳稲荷という佐賀の神社に連れて行って、それでお守りを買ってそっとプレゼントしようと思ったら、なんじゃこれはっていう風に言われて、そうか、いろんな国にはそういういろんなね信仰があって、僕はなんとなくお土産のつもりであげたんですけど、国によってやっぱりそういうのあるんやなっていうのを思った次第です。その酔っ払いの作品というのはこちらの作品です。記憶にあるぞ、見覚えあるぞという方おられ
れるかもしれませんね。こういうやっぱり非常に面白いアプローチの仕方と、それをまた色面にしていって自分の作品にしていくというのはなかなか力のある方やなと思いますし、発想アイデアが他の作品もこの方結構面白かったんで見せたかったですが、今回の作品がもうどんどん良くなっていて、ダントツで一番いい作品でございましたよ。もっともっと多分良くなっていくと思いますし、こういった柔軟な発想力っていうのは常に持っておかれるっていうことは、これからクリエイティブなことをしていく上においてすごく大事だと思います。次の作品はこちらの作品です。そうか、東京オリンピックですね。パラリンピック、言ってしまいました。世界運動大会ですね。ずっと私は言い続けてたんですが、これ面白いですよね。こんな場所ないですもんね。上の方から見て、酒盛りをして、でもマスクはしているということなんでしょうけども、タイトルエール2021と、緊急事態宣言中の発出中の中、無観客で、開幕した東京2020、疑問や矛盾を感じながらもやっぱり見たい、応援したい思い、間近で見られないもどかしさ、長く続く閉塞感からのひとときの解放、いろんな気持ちが交錯する混沌とした2021年8月、日本社会の一断面を描きました。とはいえネガティブな気持ちにはなりたくないので、選手たちへの応援の気持ちとコロナ収束への願いを込めてカラッと明るい表現とするとともにタイトルをエール2021としましたということで、F45 のビファール、プラスちょっとフォトショップということですかね。ということでございます。なかなか自分なりの解釈で実際にはこういうない場所と組み合わせて描いているということで、なんか終わってみたら終わってみたで、いろいろまた賛否の意見はあって、私はここで別に意見を言うつもりもないですけども、やっている選手たちはね、開催すると言ったら開催に行きますし、もうそれは致し方ないことやったりするのでですね、選手たちに別に何か非があるわけじゃないので、でもなんかやっぱり僕もやっぱり野球とサッカー見てしまいましたもんね。なんかそういうある状況とそれをくっつけるみたいなのっていうのはなかなか面白いなと思いますし、これは例えば自分自身の中で5年後10年後見てもこういうことあったなっていうことを思い出すことができる作品になるんじゃないかなと思いますね。こういった作品を過去に描いていて、すごくお上手な方で、もう送らんでいいよとか言われてたんじゃないですかというすごくお上手な方ですよね。でも今こうやって見ると、皆様もこれぐらいのレベルになってきてる方もどんどん増えてきてるような気はしますね。だから皆様のレベルがなんかぐーっと上がっていって、やっぱ5枚6枚書いていくうちに上がっていくっていうことが分かって立証できたなというふうに思います。まだ実験に使いやがってこの野郎と思ってらっしゃるかもしれませんが、ちょうど1年前の本当にこういうコロナの状況になってオンライン授業というので大学で、やらなきゃいけない時に、学生さんたちにまさにこれを僕はずっと半期間、15コマ分ぐらいですかね、13、4コマ分ぐらいはやってみたんですね。実際に私が公表会をして、それを学生に返して、でそのまた課題に対して、帰ってきて、で公表会して、もうみんなそれぞれの場所、違う場所に住んでいて、自宅からオンライン、特に前期は昨年の前期2020年前期はオンラインでやらなきゃいけなかったんで、やってみたらやっぱどんどん良くなっていって、こういう学習方法もあるんやなっていうので、確か美術の窓さんとかにその記事とか確か載ってたりします。こんなことを私が実験的にやって、それを一般の人でやってみてはどうなるかという企画をやってみたら、一番大変やったのがメールのやり取りでしたね。なんかそれが一番しんどかったっていうのが、これはもちろん著作権の問題もあるんですけど、今ここで愚痴ってもしゃあないんですけど、私の問題じゃないんですけど、皆さんね、結構送った後もそのままちゃんちゃんなんですよ。で、私は画像添付されてませんよってメールをある程度早いうちに返したり、次の日の朝とかに返してるんですけど、皆さん見てないんですね、メールをね。そしたら全然返ってこなくて、もうこれ載せれへんなと思って、録画とかわーっとして土日のうちしかできませんのでね、お仕事いろいろありますから。そしたら月曜日ぐらいにすいません遅くなりました、今は難しいぞとかね、結構皆さんが送ったつもりでいても、多分皆様のスマートフォンとかなんかのギガの問題とかなんとかの問題で、もうポチッと押して終わったつもりでいるんですけど、全然送信されていなかったりするんですけど、めっちゃ僕がなぜか怒られるという、送ったのになんで見てくれないんですか。いや、
届いてますかねっていう感じでなぜか怒られるというので、いろいろ、はい、愚痴らせていただきました。次の作品こちらです。これはなんぞやという感じですね。面白いですね。作品について遠いところ、以前滞在していたミャンマーに身を置いて、モニター越しに現代の日本を客観的に見ている図。ということなんですね。経済原理主義に翻弄され、孤立していく個人や、急速にグローバル化していく社会をバス停で待つ人で表現してみましたと。自分で撮った写真数枚元に描きましたということで、右上にはテレビのチャンネルミャンマー語やロゴはフィクションですということです。グリッチ、ノイズはこうシャーっとね、ネット画像を参考にしてマスキングテープを対応して自分のイメージで描きましたということで、結構大きいサイズですね。770×520 板に貼った水彩紙、アクリル絵の具、パステルペンシル、マーカー、ボールペン、ポスターカラーということですね。なんかこう面白いですね。今の現代社会の本当にこう、ネットでズームなるものとかでオンライン会議とか、あれ案外便利やぞとかっていうことに気づいたりとかして、いろんなことがこの1年間、これ日本だけではないと思うので、これじゃあ日本かって言われたらあれなんでしょうけども、すごく作品にしていこうという意欲がすごく伝わってきて面白いなと思って、今回この作品を選ばせていただいた次第です。この人どんな絵描いてるのかなってちょっと見返したら、そういえばでこれ点数つけてくれって言って僕が怒った作品やったりしたんで知らんわと思って、でもこれよう見たら背景とかはこれどこの新聞、英字新聞かと思ったらどこかのね新聞面白いんですねこの人ね。でもっと古い絵見たらこれすごく上達してはるんですね、この人ね。ものすごくもともと上手な人かと思ったら、そうではなくて、これを見るとそうでもなくて、こっちの方を見ると上達していて、そしてこちらの発想みたいなのもすごく面白いので、この作品に関しては多分いろんな公募展とかに出しても十分入賞に絡める可能性を持っている作品やと思いますので、なんかそういうチャレンジを全然もされていけばいいのかなと思います。なんかいろんな公開講座的なの通ってますみたいな書いてあった気がするので、もう私に頼らんでええんちゃうかと思って、多分前回点数つけてくれって言った時にも知ったことじゃないわと思って、厳しいこと言うたんやと思うんですけども、そういう人は全然積極的にやってみられたらいいと思いますよ。なんかそれで自分の自己判断っていうのができれば一番いいと思いますので、ぜひ頑張ってみてください。少しずつ、はい。じゃあ次の作品こちらです。俺これ見たとき面白いと思って、本当にもう1980年代の24時間戦えますかビジネスマン的な何ですっけ、リゲインでしたっけ、栄養剤的なやつの CM かななのかなと思って、これ面白いなと思って、富士山あってもうベタかもしれませんけど、でこれ見たときに北野武監督のアキレスと亀っていう映画を皆さん見られたことありますか？アキレスと亀、あれも15年ぐらい前の映画ですかね、もっと前かもしれませんけど、僕は結構あれ面白くて学生に見せるんですね。皆様もぜひアキレスと亀という映画を見られてみたらいいと思うんですけども、現代美術を一通りやっていく、芸術家を目指している北野武監督と奥様が樋口かな子さんですっけ、が出られてる映画です。でそれ見ると実はもうその現代美術というか20世紀に入ってからの美術、絵画の歴史っていうか、実は網羅全部されてるんですあれ。でその主人公が描く絵にそっくりなんですこれ日本ってと考えてみたところ、日本中を会議でやっぱそうだ、会議だと講習会だと飛び回っていた若かりし頃の自分を浮かんで、描きましたと。バブルが終焉を迎える頃のエネルギッシュさを空を飛び回ることで、飛び降りることで表現してみたつもりですか。私の予想が当たりましたね。いや非常に思いますもんね。今の状況に合わせてマスクをしてスマホを身につけてみました。日本かと言われると何とも情けない思いですと、ブービー賞狙いになってしまいましたということで、いやそんなことないんですよ。これ面白いなと思いましたよ。なんか本当に私たちが子供の頃、今から30年ぐらい前とかね、15、6歳中学生ぐらいとかの時にバブルがだいたい弾けていった時の父親とかを見ていた時に、本当にもう猛烈サラリーマンの代表格選手的な感じに見えて、本当に夜中深夜1時2時ぐらいに帰ってきて、僕はだいたいその日本テレビさんでやっていた関西やったらあれは何ですか、何テレか忘れました、読売テレビか、夜中に
全日本プロレスっていうのが確か日曜から月曜の朝とか月曜日の深夜とかにやっていて、それを夜中見ていった時に親父がいつも帰ってくると、おかえりって夜中1時の中学生高校1年生と、帰ってくる親父との会話という中で、で酔っ払って親父がですね、でその頃の本当にも猛烈に働いてバブル前後の時のことを思い出すと、本当にそういう時代っていうのがあって、で僕は大学生になった時にも東京に行ったら満員電車で、これは通学をしているだけで俺はもうその定時に朝9時に行く仕事なんかつくことは無理やぞっていうことを感じた次第です。非常に面白いです。この方本当に一番初めの作品これなんですね。上達しましたね。自分の独自の世界観をどんどん貫いていかれた方がいいタイプの人やと思いますので、ぜひ自分の独自の世界観をもっともっと貫いていかれてみてください。面白い作品が描けるんじゃないかなと思います。はい、次の作品はこちらです。この作品を見て皆さんピンとくる方もおられるんじゃないでしょうか。ね、前回の仏高評会で、選ばれた方でございますよね。年齢言うとあれですけど、私が今46歳なので、だいたい同い年ぐらい、プラス40歳ぐらい、38歳、9歳ぐらいの方ですかね。ということで、私の倍まではいかないですけど、人生経験を積まれている方ということで、私が子供の頃は休日に、子供で楽しむことなど想像できませんでした。休日に親子で楽しむことなど、70数年経って、要は70数年前というのは親子で、休日を楽しむことなんか想像できなかったそうなんですよ。70数年経ってということなので、大体皆さんね、年齢ね、素晴らしいですよね。今はどこかで見ることのできる風景です。この日常こそが子供たちに残したい日本の宝だと思って描きました。文章もね、すごく簡略で短いけど、下線を引いてあるんですよ。で、ここ私の思いですよっていうのがものすごい短いけど、その文章も含めて素晴らしいなと思って、皆さんこちらの作品ですね、もちろん覚えてらっしゃると思います。これね。いやー、すごいなと。もう全然関係ない話をさせていただくと、今朝方とあるなんか YouTube でとあるニュース番組のなんか報道特集的なのをやっていて、とある中国地方の何かの議員さんの汚職かなんかに絡んで、どこぞやの市長さんがお辞めになって、で、新しい市長さんが若い37、8歳の市長さんになられて、で、その市長さんがちょっと居眠りをしている議員さんがいて、ツイッターにちょっと悪口を書いたら、その議員さんたちからめちゃくちゃ叩かれて対立することになったみたいな感じのやつをずっと YouTube で見ながら、でその、うちのなんか重鎮の議員さんがポロッと言っていたんですが、こんなもん私たち年寄りはもう何もできひんわ、わからんわ、ツイッターなんかわからへんわとかいうことを、こんなもんできるわけないやろみたいなことを言うていたのを見たときに、私の視聴者の人たちはアクティブやなと。なんかもうこの方は年寄りじゃないです。私と大体同じぐらいプラス40歳ぐらいなんですけど、全然そんなことなく新しいことにチャレンジしようとしているので、何かこういう議員の人が一括りにもう物事を考えすぎるあまりに閉塞感がどんどん生まれていっている世の中があって、でも私の視聴者はちゃんとメールも打つし、もちろん作品も緊張感持って責任感を持って書いているし、すごいなんかこのどこぞやの議員さんに、見せたいななんて本気で思った次第でございます。非常にこれは僕すごい素敵な作品で、本当に残したい日本の風景ということで、70数年前はこういうことはなかったんですよということで、70数年前ということは戦前戦後ぐらいの話でしょうか。確かにそうですよね。だからすごく平和に慣れてしまっている部分と、逆にね、高齢者が増えてきて、でもその中でもすごくクリエイティブなことをされているっていう人もいるという現実をここで、この YouTube で私は再確認し、そして皆様はそれを知るという。そしてこの方はおそらくあと65年ぐらい生きられると思うので、150歳ぐらいですかね。僕はもうすぐ多分疲れてお疲れしたって言うと思うん
うんですけど、もう本当になんかこうどんどんこう若くなっていくというか感じが見えて、すごくいい作品ですよ。これ構図もいいですしね、色もすごい綺麗ですし、仕事も一個一個すごくこう丁寧でいい色彩を使って、もういつも何にも言うことないです。画廊の人いますよ、宝がいますよ。こういうのを早く私の方に連絡いただいたらご紹介しますよ。いい画廊さんやったらですよ。その前に僕がちょっと厳しく多分画廊さんには言うと思いますけどね、いっぱい書けなんて言っちゃダメですよとかっていうことを言うかもしれませんが、素晴らしい作品だと思います。もう一度見ますけども、休日に親子で楽しむことなど70数年前は想像ができなかったそうですよということを皆様に投げかける作品でございました。そして次の作品こちらです。これ見たとき、面白い。合戦、向こうからこう朝日かなんかが昇っているのか、夕日が沈んでいくのか、どちらか知りませんが、合戦中の細々書いていて、すごいなと思って、最終テーマ2本、いろいろ悩んだ、で選んだ結果、1年半前に半年かかってパソコンで描いたもの、これじゃあ前に書いていたものなんですかね。タイトル、日本落城。読みますね。この方の文章を読みます。老人大国が夕焼けの中落城していく姿。関ヶ原、大阪冬の陣、夏の陣、3部作を一つですと。3部作の一つかな。90×60 センチと。小木曽先生、この半年間本当にご苦労様でした。我々もクアラルンプールで、皆さん、誰か分かってきましたか？ロックダウンの中、鬼好評で海外に対する考え方を学び、私、小木曽先生からモチベーションいただきましたと。一緒に飲みたかったですね。いや全然いつかマレーシア行くかなんか機会あったらぜひですね。でもマレーシアってあれですもんね。イスラム教徒の国で、この方もイスラム教徒でクアラルンプール、皆さん分かりましたかね。この作品ですね。もう全然忖度なく、僕これパッと見たら面白いなと思って、もう日本のその戦っているシーンみたいなのを描く。これやっぱ海外の人見たらこれ日本やって多分大体言うと思うんですよね。今までやったら日本の風景とかっていうことやったかもしれませんけど、戦国時代のことを書いているということで、これはこじつけかどうか分かりませんけど、老人大国が夕焼けの中で落城していくという、老人大国というふうに日本落城ということで皆様ディスってますよ。なんだこの野郎ふざけんなって言うかもしれませんけど、やっぱですね、もう本当に少子化のこの急速なね進み方みたいな、見せましたっけ、アングリーパンダさんですね、進み方みたいなのに対して、やっぱりそれはそうなりますよね。今平均日本全人口の平均年齢って何歳ぐらいになるんですか？50歳ぐらいとかになるんですかね。おそらく35歳ぐらいとかが本当は理想的とか、40歳でも上はじゃあ80歳から0歳で40歳なわけですもんね。数の平均値を取った時に50歳っていうことは上の数と下の数というのが同じになった時が平均値で50歳ということになってくると。で、ちょいちょい私の YouTube でも言ってますけど、うちの長男が生まれた時は令和元年生まれなんですよ。で、やっぱ目指すんちゃうかと思ったんですよ。令和元年生まれを目指して、頑張ってなんかですね、日本の宝、子供を産もうとする ご家族等々は多いんちゃうかと思ったら、88万人が9万人でガッと減ってるんですよね。そしてコロナになって、日本という国は実はまた少子化にどんどんなって、もう不安だからでしょうね。逆に海外、ヨーロッパとかね、フランスとかっていうのは出生率増えたらしいですよね。やることないからって中で言うてましたけど、そうなんやと思ってですね。本当にそれはもう真面目にもう皆さん考えて案を出し、もうね、本当にもうなんか子供産んだら、うちの妻とかにでももうずっとやっぱね、10ヶ月間なんかあれしながら、私もコロナになんかかかってしまったらもう家族大変なことになるからっていうので緊張感を持って生活してましたけども、やっぱね、一人ありがとうございます、1人目100万円です、2人目200万ですぐらいのね、なんかあってもいいと思いませんということで、すみません、全然関係ない話をしました。やっぱこういう世界観を持たれている部分っていうのはすごく面白いなと思いますし、ぜひこういう感じでぜひ続けてみられてください。自分のやっぱりクリエイティブさっていうのはすごく持ってらっしゃる方と、日本を憂う気持ち、ちょっとブログとかも読ませていただいたんですけど、もうまさにそうですよね。今の日本の現状を見ると、もう選挙にね、行く人口的なことを考えていったりすると、大体そうなるんやろうなっていうことで、はい、もうこれ以上やめます。頑張ってください。で、次の作品はこちらの作品です。この方実は唯一、鬼高評会には出していないんですけども、読みますね。はじめまして、いつも楽しく拝見しています。今はイギリスの大学院に留学している
中国の方だそうです。中国、私のジャパニーズスピーキングジャパニーズわかりますか？英語で言ってもわかんねえな。今回は最後鬼好評ということで、日本というテーマで募集しているので、すごいですね。なんで日本語こんなペラペラ書けるんですか？投稿しないとこのチャンスが失われると思って私のところに送りましたと。私は子供の時から絵を描くのが好きで、ずっと体系的に勉強してなかった。体系的に、多分あれですかね、子供の頃絵が好きですが、ずっと学校とかでは勉強してこなかったということなのかな。今までいろんな失敗から勉強してこのようなスタイルになりましたということです。この作品は知り合いの女性に振袖姿のモデルをして、もらって1ヶ月前に描きました。A3 水彩紙、すごいですね。岩彩や純金箔など伝統的な絵の具を使いました。私は中国画と日本画の平面的な表現の魅力を感じて浮世絵のような絵を描きたくてこの絵を描きましたということで、厳しくお願いしますということなんですけど、すごくお上手ですよ。日本の本当に振袖姿のこのなんていうか洋服の着物の柄とかもすごい綺麗に描かれていて、女性の表情なんかもすごくお上手で、ばっかり言ってますけどすごい力、私がたまにね、なんかイラストを描いてみたみたいなライブペイントとかやってるの、なんだらこういうイメージで描いてたりするんですよ。時間短いからシャ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 と描いてますけども、すごくお上手で楽しみな、今後もぜひ続けていって見られてみたら形になっていく可能性を十二分に持ってらっしゃる方だと思います。髪の毛なんかがいいですね。一個一個描いているところなんていうのとかは本当によく描かれているなと思います。本当に日本の文化の中に間っていうのがあるんですよ。空間の中で大きく何も書かなくても何かに見せるというこの文化があるんですね。ちょっと難しいと思うんですけども、何もしてなくてもそこに実は空気があるように見えたり、地面があるように見えたりということをすることができるというか、そういう文化がある。もちろんそれを全員ができるわけじゃないんですよ。でもそういう考え方を持っているっていうことがあって、でそれを絵の中に表していくということがあるんですよ。で、私も中国現代美術展なる展覧会とか2度ほど見に行ったんですけど、すっごいんですよ。もう本当にさすが中国人口も多くて、すごいクオリティの高い作品で、日本とかの人とかよりも技術的にもすっごい高かったりですね。漆で描く絵とかあるんですね。なんとか漆なんとかがみたいな、あれとか見てもすごい技術、工芸的な感じなんですけども、工芸というか漆でこんなことできるんやとかっていうのとかで、じゃあ本当に日本のその中国の展覧会見た時と日本の何か伝統的な何かを見て違いを考えてみると、その間っていうものは日本の人が持っているというか、そこは意識を常に持っている。例えば今後ろに桜の花びらが散りばめられているけど、本当にここでいいかなという緊張感を自分でもうちょっと下、もうちょっと上とかっていうことまで緊張感を持って描いてあげるっていうのとか、あとは線が一本一本がある程度同じ太さなんですけど、もっと細く薄墨的な薄い線でヒューッと滑らかに描いてある線もあったりとか、逆に力強い髪の毛ぐらいグッと描いてる。それによってまた間との関係というのが線によって違ってきたりもするんですね。必要最小限な仕事で、じゃあ最大の効果をどうやって表していけるかなっていうことも少し考えていかれると、もっともっと上達していくかなと思います。すごくスタンダードに位置的な配置がされているんですけども、本当に1920年代30年代ぐらいの美人画、日本の美人画なんていうのを見られてみると、そういうことがわかるかもしれませんので、ぜひ勉強してみてください。頑張ってください。さあ、あと残り何枚でしょうか。こちらの作品ですちょっとすみませんちょっと文章が長い間大変ありがとうございました。先生のチャンネルを拝見して絵描きになろうという目的ができて感謝しておりますと。コロナが落ち着いてから先生の絵を見に行こうという楽しみもできました。作品について2本、自然、手仕事、花、風、水、
をモチーフに使って私の中に漠然とした自然や物や神仏に対する信仰を絵にしました。日本で生まれ育った私たちの心にある信仰心を描こうとしていますと、この絵を見て心が癒される方がいたら嬉しいですということでございます。はあ、この方さ、どんな作品だったのかなと見返してみると、こうね、確かにこの辺りで絵描きになりたいんですっていうので送ってこられた。この方ね、こうなってきたんだっていうことで、デジタル的なものとアクリルを併用されて描いていて、本当にこう、レベルが上がりましたよね。もう一度見せた時、もうこれの段階ではすごくお上手ですよなんて言ってたんですけど、やっぱりここからもっともっとこう伸びていくことができているなっていうふうに思いますので、この調子でどんどん追求して、こうやってなんかちょっとテーマつけてる方がなんか明確な感じがして僕はいいような気がしますんで、自分の中で作品を書く前にテーマを決めるっていうのは案外ありなのかもしれません。自分の好きなものだけを詰め込んでいってしまうと、どうしても好きなものに偏ってしまう可能性がありますので、ちょっとそういうことが今回いいきっかけになればいいかなというふうに思いますよ。非常にいい作品だと思います。そしてちょっと待ってください。残り何枚でしょうか。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚。すみません、まだ6枚ありますね。次の作品はこちらです。出ました。これは梅干しと白米でしょうか。こんばんは。131回で花と石の絵を公表していただきました。今の言葉だけでもどんな絵かってイメージができる人がいたらすごいですけどね。本当にありがとうございました。私なりの日本の絵をお送りします。炊きたてのご飯と梅干し。これ僕もちょっと実はこのテーマ与えられた自分やったら何書くかなと思って、私意外とこれ書いてたかもしれないなと思って、気持ちがかぶりましたね。私なりの日本の絵をお送りしますと、炊きたてのご飯と梅干しと、お米の神々しさを表現したかったのですが本当に難しかったですと、米粒の半透明な美しさがなかなか表現できなくてと、お箸を描こうとかどうか迷ったんですが、そうすると食べることがテーマになってしまいそうな気がしたので今回描きませんでしたということで、 30×30 センチのアクリル絵の具。これはなかなかね、私もなんか僕これ昔言ったことあるかもしれないですけど、東京にいた時にいろんな美術大学の卒業制作展がわーっとある、展覧会会場に見に行った時に、とある大学の卒業制作でバッと足が止まったわけですよ。なんぞこれと思ってですね、白い100号ぐらいのキャンバスに真ん中になんか赤いのがポッと置いてあるんですよ。大学というのは大体、私立の大学とかやったらば100万円ぐらい学費かかりますか、4年間で400万ぐらいかかりますよね。でその方は卒業制作、白いキャンバスがあって、真ん中になんか赤いのがあるんですよ。よく見るとセロハンテープで梅干しつけてるんですよ。白いキャンバスに梅干しだけ。これで卒業制作で、日本っていう確か題名やったと思うんですけど、僕それ見て、親はこれを見に来てどういう気持ちになるんかなっていうことを考えた次第です。でもこの方は全然違いますよ。もちろんね、書いて、上から神々しく梅干しが、その梅干しがね、ライドオンすることによってまた米の味が変わるんだっていうことをすごくシンプルだ。そうか、この人の作品、こちらの作品ですね。非常にやっぱり考えて、生み出されたものということでは、やっぱお米なんていうのも日本のお米ってすごく美味しいですしね、もう改良していって、やっぱり日本の人に合うようにということで、どこで食べても美味しいですけど、昔なんか給食、僕が小学校2年生か1年生2年生ぐらいの時かな、お米が初めて給食に出た年なんですよね。1980年やと思います。確か80年81年ぐらいかなと思うんですけども、その時のお米ってあんま美味しくなかったですもんね。今から40年ぐらい前ですかね。給食それまでなんかパンみたいな、コッペパンみたいなのだったんですけど、お米が出るっちゅうので、なんか青いでかいあれを持ってやってましたけど、牛乳は瓶でしたもんね、私なんかはね。なんかそれを思い出しながら、お米ってどこで食べてもそういえば今美味しいよなって思って、この作品を見ながら思いました。すごく狙いとかも面白いなと思います。前のより全然グレーズとかして、深みもちょっと出てきていますね。背景のマチエールみたいなのもっともっと工夫されていいですよ。ナイフかなんかで引っかいただけじゃなくて、自分のなんかオリジナルみたいなのを探されてもいいのかもしれませんね。次の作品はこちらです。ちょっと面白いなと思いました。これ絵なんですよね。
ジョークではないですよ。徳島新聞、7月2日、2014年の新聞もこれ、ね、集団的自衛権閣議決定ということで、左の方には北朝鮮なんとか陣容なんとか説明、明日裁判会場なんとか、で、あとルアー、これ絵ですよ。皆さんね。で、この新聞を選んでいるところもすごくいいと思います。なんかこう定規がこの、なんていうんですか、今の、なんですっけ、なんで菅さんですか菅さんの前の人 AB さんですっけ、の目のあたりに来てるのもなんか面白いなと思って、そういうメッセージもあるのかなっていうのと、鈴木を取ったルアーと定規とっていうのと、なんか面白いなと思いましたで、この方、この作品なんですけども、ちょっと文章ね、このお上手ですよ、この方、本当に多分、プロになっていくことできるんちゃうかなと。で、特にこういう生物みたいなの面白いと思いますよ。自分の自宅の横の川で初めて釣ったスズキですと。そうですか、記念に釣った日の新聞に載せて撮影してしましたと。撮影していたのをまた書いたんですね。写真を見ると新聞記事と相まって赤い、頭と白い胴の夜釣り用のルアーが2本、鈴木は平和への権威を表し、弱肉強食的な国際関係の中で翻弄される日本を感じましたと。文字を描くのが嫌で絵にするのを敬遠していましたが、日本のお題に後押しされてこれすごくいいの写真撮っときましたよね。これすごく本当正解ですね。筆で小さい文字、実物の 1.2 倍や細い写真は無理でした。物差しの直線はホルベイのクイックベースから、色鉛筆で描きましたということで、なお忙しくなってきたようなので投稿はこれで卒業させていただきますということで、いやー面白いですね。なんかこう本当にうまいこと相まって、なんか弱肉強食的なとか、この疑似ルアー的なのに引っかかったこの鈴木くんとかっていうのがですね、すごくよく書かれていて、いいものになっていきそうな気がします。確かに文字書くの大変ですけど、文字まで書けたらすごいですけどね。ぜひぜひ頑張られて、ぜひなんかこう展覧会とか出されたら、写真を写しただけのような絵っていうのは今回ずっとお見せしてるね、初めの60枚のじゃないですけども、ちょっとその厳しかったりしますけど、自分なりの解釈みたいなものとかをちゃんとこういう風に入れ込んでいったら、なんて見る側の人がプラスアルファそこからストーリーを考えていってくれて、それが自分の思ったこと通りにいくかどうかっていうのは分かりませんけども、十二分にそういう風に組んでくれるということが起こってくると、非常に面白い結果につながってくるということが考えられると思いますので、こういったアクティビティあるチャレンジをしてください。次の作品こちらです。残り何枚かです。残念でしたっていうかですね、この作品皆さん面白いですよね。もうこの方、一時帰国の際に信号待ちの車窓からクアラルンプール移住者に比べて元気のない、日本のシルバー層が気がかりでしたと。この方は日本に帰ってこられてるみたいなんですけど、先ほどのパンダの人っていうのはあちらに在住で、老人大国日本ということで、この方は向こうからこっちに帰ってきたら元気のないシルバー層が気になったと。私の YouTube を見てるとシルバー層がめっちゃ元気と、なんか謎のあれですけどもね、日本のシルバー層よ、もっと元気で生き生きとした毎日を送ってください。そしてお金をいっぱい落として、ですね、ぜひ UberEats とかで頼んで、地域活性化、皆さん書いて、画材とかを買って、地域活性化をしてください。よろしくお願いしますと僕が今言っただけでここに書いてませんが、レンタカーの車窓から白バイ撮影できましたが、暑すぎて交差点には人一人おらず、ほとんどアドリブで描くことになりましたと。設定は2022年春の3回目ワクチンを接種後副作用で、活性化したシルバー層の支持を確保するため、内閣はシルバー層優先時間帯法を立法したということ。なんかよくわかりませんけど街の一部の交差点はシルバー層優先時間帯 SPT に基づいて、勝手にこの人が決めてるんですよ。65歳以下の市民の立ち入りが午後の一定時間帯に制限されることになったと。いや僕はこれ納得できませんね。私たちぐらいの世代が一生懸命働いて、動けるように早くしてほしいので、私たちに、中間段階ジュニア層行動制限、解除時間帯みたいなのを作っていただければ助かるんですけどもね、なんてことを言いながら、この方じゃあ昔の作品見てみたらね、全然違いましたね。この作品とかなんですよ
もう自分の中で引き算をしていって色彩僕すごい綺麗なんでとか言うて、あんまりうまさを目指すというよりは発想の方と、それを線描とかで描いていってこのようになっていったというすっごくこう自分の中でこう純化していって、ろ過していって無駄なものを取り除いていってっていう結果でこういう風になっていったということがこう皆さん視聴者の方わかるんじゃないですかね。なんかこう形とかっていうのもそんなにこうすごく達者というわけじゃないですよ。でもこのやっぱり桜の木の時からその片鱗っていうのは実は見えていて、この桜の形の丸っこいものが連続性を持ってしてくるとこういった画面になってきてということが実はつながって見えているということが分かってもらえるんじゃないかなと思いました。頑張ってください。さあ残るは4枚となりました。次の作品はこちらです。もう僕これパッと来た時にようやくこのお題に対しての回答編が1枚は出てきたなと思いました。その後どんどんこの方残念ながら抜かれていきましたが、僕も何回も最後見直しました。もう何回も珍しいぐらい見直して、で過去の作品はもちろんこう参考にはしなかったんですが、で過去の作品とかをもうこうある程度自分の中で決まった段階で過去の作品を見返してみたら、皆さん成長してるなと。で特に今回のやつに関しては皆さんがこれよく見たら分かりますか？日本って書いてるんですよ。要は桜の風景ね、を日本という文字だけで埋め尽くしているんですよ。目黒川かどこかでしょうか分かりませんがね、この発想とかって面白くないですかね。桜といえば日本の方が桜というよりも桜イコール日本っていうのになってしまったみたいな感じがあって、ですごくどこにでもありそうな桜並木なんですけども、昔からこんな日本人で桜好きだったんですっけっていうぐらい本当になんかもう皆さん桜の季節になると桜ねパシャパシャパシャっていう感じになってますけどもなんかそこまで例えばスマホとかがこう普及発展していったおかげもあるのかもしれませんけども、すごい面白いと思いますよ。で一番昔の絵見せときますよ。これね、お上手かというとそうじゃないですよね。でもやっぱこの発想とか見ていくと自分の本当に得意なところとか6回目です。この方は魚のアイコンの方でございますね。小木曽先生に教わった筆色分割法で日本らしい、筆色分割法か日本らしい桜の風景をボールペンで描いてみましたと。筆色分割法ですね。確かにね、日本という文字を筆色筆の触って分割していくことで日本らしい桜を描きました。日本を描こうのお題に従ってものすごい数の日本が目がチカチカするまで描いてみました。いや面白いわこれ。混色しないことで色の鮮やかさを失われないが描けることを体感ができてすごく楽しかったですということで、小木曽先生から短時間にものすごい量の教えをいただきましたということで、いつか公募展などでチャレンジしてみようと思いますということで、いやこれ面白いですよね。皆様これだけこう半年間ぐらいで成長人ができるということをまざまざと見せつけられた。でこの方は、私世代が近いのでですね、僕ら団塊ジュニア世代、ロストジェネレーション世代っていうのはね蔑まれてきて、シルバー層がどんどん元気になっていってほしいという意見があったり、シルバー大国日本というでもう本当にもうやっぱこれから若い人にね、若い人、私たちよりもっと若い人ですね、子供たちとか教育にお金が使われるような国になっていってほしいななんて思いながら、あんまり政治的なことは言いませんが、すごいいい発想、面白いアイデア、素晴らしかったです。途中まではダントツ1位で、僕はこれ来た瞬間ホッとしました。それまではだいたい自社仏閣風景、わーっと来ていて、ここじゃないんだよなという、これが要は採点基準なので、自社仏閣を選ばれる先生ももちろんいると思いますが、私は一番初めに出しました東京芸術大学の試験問題的に考えた時にあまりかぶりすぎてしまうと、どちらかというとアイデア発想というのが乏しいということで、落選というふうに持っていったということでございます。さあ残り、3枚でしょうか。さあ残り3枚、次の作品はこちらですこれ面白いと思いましたよ。と思いました。お正月までに完成すればいいやって感じで毎日少しずつ制作していたのですが、頑張れば最後の応募に間に合うかもと思ったので、すみません、第3位です。惜しかったです。これね、面白かったですけどね、おせち作りに励みました。なんとか間に合いましたと。家事そっちのけでと。モデペやジェルメディーンを絞り出して 3D にした部分もありますが、難しい部分は普通に平らに描いて、それなら最初から全部 2D で描けば
ばよかったじゃんと一人ツッコミ、重箱も蓋も包み張りキャンバスを使い、そういうのあるんですね。フェイク金箔を貼りましたと。キャンバス同士を接着して土台のパネルに、固定してあるので、2つで1つの作品としてご覧くださいということで、隙間だらけなスカスカおせちですが、来年のお正月こそは親戚友達とおせち料理、囲んでワイワイ新年会をしたいという願いを込めて書きましたということでございます。ねえ、面白いですよね。これね、本当にザ・日本、これ全部書いてあるんですね。これ、ツル的なものとかも書いてあって、確かにこれキャンバスですね。この黒いキャンバスね。黒いキャンバスっていうか、多分アクリルかなんかを塗って、その上にこう、ツル的なの書いて、金箔的なの貼ってある感じにして、そしておせちの方に、面白い。だからね、こう下の方もキャンバスがあって、その下になんか台があるということで、こう3D 的な、全然こういうのありですよ。コラージュ的な作品とか、非常に面白いなと思います。私ね、個人的にはちょっと面白くてもいいかなと思ったんですよ。おせちがもっとこう自分のオリジナリティある絵画なんで、おせちそのまま描くんじゃなくて、こんなおせちがあったらいいのになとか、もうなんかもうロブスターがドワーッとはみ出てる、伊勢海老じゃなくてロブスターがはみ出ていて、あともう食べたことないキャビアがもうふんだんにどこかにわーっとなっていてとか、もう自分たちが見たことないものてんこ盛りになっていて、もうこの重箱からはみ出しまくっているぐらいの、私はそのぐらいの絵があってもよかったんちゃうかなっていうところで、そこのところの発想まで行き着いていって、見た人が面白いってプラスアルファになっていったら、もっともっとこう絵画としての面白さが出てきて、そうなってくるともっともっと上の方に行ったのになっていうことで、この方の作品そうなの、こんな絵描いてたんですよね。もうこの方結構いろんな絵描いてて、発想も面白いんですけど、これ技術も伴ってきているんですよね。だからなかなか面白いこう学習の仕方をして伸びていっているなということを感じ取ることができました。さあ残りがあと1枚ということ、すみません、残りあと1枚ですね。桜の絵が第、3位で、今の方が第2位ということで、じゃあ最後1枚どんな絵でしょうか。この方には何か素敵なものを差し上げます。まずじゃあ作品、エントリーナンバー1、どちらがいいか、メールで教えてください。こちらの作品がいいか、エントリーナンバー2、風景か人物、どちらがいいですか。メールでお教えください。可能な限り今週中に、これが公開されているのが金曜日ぐらいなので、早いうちに連絡いただけると助かります。その際ですね、住所、電話番号、氏名、等々、メールで、一人だけなんでやり取り簡単なので、ですね。じゃあ、その方を発表したいと思います。で、こちらの作品です。っていう声が聞こえたかもしれませんね。ちょっと読みますね。石種音情という言葉があるんですって。白隠全史、要はの考案によって音情あり、石種に何の音声かある。ちょっと難しいのでそのまま文章をコピペさせていただいておきますね。それをこのままコピペさせていただいておきます。禅に対する究極の絵画、石種とは片手のことで、要は両手だと音が鳴るけども片手だと何の音があるのかということで、音が鳴らないということなのか。中心にマチエルは黒の下地の上に、黒の絵の具をドンと置いただけ。なんかね、これ見たときにまずパッと見たときにかっこいいと思ったんですよ。で、勝手な解釈で本当に梅干し1個の先ほどの作品やったり、勝手な解釈で中国の方ですねの間の話やったりっていうのが自分の中で何がかっこいいのかなっていうのがバッとリンクしてきたというか、偶然かもしれませんけども、まずその作品を見てみて思ったんですよ。私なりに。これは私の本当にこんなんでって思うかもしれませんけど、どうですか。110何枚ずっと流れてきた中で突然これが出てきた時のインパクトたるやってどうでしょうか皆さん。
ね、まあどう捉えられるか、僕の私が勝手にやってる公募展でございますので、私のあれでございますからね。中心にマチエールの黒、下地の上に、黒い絵の具をただドンと置いただけですが、下地と置いた絵の具のオイルの濃度の違いから徐々に中心部分がへこんでいった。なんかそういう重力というものを感じて、私たちが生きているということ、人間が生きている、人間以外にも生きている重力というものがあるということを感じる。で、それでなんかこの黒いものが、なんか70年前は子供たちが親子で遊ぶなんてなかった焼け野原だった日本も思い起こしたりとか、勝手に僕がストーリーを作っていったということもあるんですが、パッと見た瞬間からなんだこれはと思って、後々にこの文章を読んでみて、なんとなくこの言葉を絵画にするということで、どこまでミニマルに持っていこうか、ミニマルっても省略化したという、簡略化したというような感じですけども、でこの人じゃあどんな絵描いてたのっていうことで、この作品とか覚えてますか？こういった感じの作品を描いてる方なんですよ。要はこの2本ということで、じゃあ自分なりのどういう捉え方で返そうとして、でそれが受け止め側は全くそれに響かない可能性ももちろんあると思うんですが、私はそういった感じですごく響いた。それが正しいかどうかなんていう解釈よりも、それよりも絵画としての強さが立ってきて、私は勝手に自己解釈をして、すごいかっこいいなと、すげえいいなと思った次第でございます。いかがでしょうか皆様。見てよくわからんわっていうコメントもあるかもしれませんが、私自身がこうやって YouTube でずっと発信続けているのは、やっぱり価値観のいろんなものがあるということを皆様にお伝えできればということで続けているわけですよね。で、一つの答えじゃなくて、皆様それぞれにあって、自分の得意なものとか不得意なものとか好きや嫌いがあっていいと思うんですよ。でも、好きをどんどん増やしていく方が楽しいじゃないですか。嫌いでどんどん閉じていく。よくコメントとかでこんなん好きちゃうわとか書かれたりするんですけど、別に書く必要なんかないんですよね。どうでもよくって、それでなんかこっちがイラッとくることもあるんですけども、やっぱりなんていうか、いろいろな人がいるんやなと思いながら感じるんですけども、いろんな意見、いろんな考え、いろんな価値観があって世の中っていうのも成り立っていますし、これからも多分そういう風にずっと永続的に、それが確一的、均一的になってくるとね、どこかの刈り上げ番長的な人がしている国は汚い紙になりましたねになっていくわけですからね、確一的にですね。だからそういうのが皆様に感じ取っていただけて、特に今回に関しては落選ということで厳しい、ことを判断させていただいたんですけども、それはそれでまた次の展開として自分なりの、じゃあ自分のすごい武器は何やろっていうのとか、また新しいですね、こういう風に、なんだ、こんなにこの人たちはここから自分で言葉を解釈して、東京芸大の試験を思い出してみてくださいね。あれだけ複雑な問題、太宰治の文章を読まして、そこから絵を描けなんていうことじゃないですけども、おそらく、この入賞という風なくくりにされた方々というのは、ああいう問題を楽しんでできる人。でも楽しんでできない人、私にはできない、難しい、わからんっていう風に初めから頭から投げてしまうんじゃなくて、インターネットにある画像をパッと撮ってそこから書こうとかっていうすごく安直な楽な方法を選択するわけではなく、自分なりにそこで解釈して、もっともっと難しいかもしれないけどそれを自分の作品に、転化していくことができるということをどんどんしていくと、クリエイティブな仕事というのも面白くなっていきますし、それがクリエイティブだと思います。でクリエイティブというものが積み重なっていくと、どちらかというと本当に皆様の生活に潤いというものが与えられていって、脳みそは活性化していき、あと50年60年70年皆様元気に生きていけるんじゃないかなというふうに思います。ということで第1回、何点にします分かりませんが、日本を描いてくださいというテーマ114作品か5作品、以上となります。皆様たくさんのご応募ありがとうございました。今後もご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録とかよろしくお願いいたします。そういうの嬉しいんですよ。コメントよろしくお願いします。では、チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。